今回はプレステも30周年ということで、プレイステーション1でしか遊べない女性キャラメインの様々なジャンルのゲームをご紹介します。昨年の2024年はセガサターンにプレイステーションだけではなく PCFX に 3D 用、他にもネオジオ CD やプレイティア、 3DS、 PSP などなど、とにかく30周年を迎えたハードが多い年でした。なんだかとてもマイナーなハードの名前が出てた気がするけど、それだけ1994年はいろんなメーカーがゲーム機を出していた奇跡の年だったのだ。今後サターンとプレステ以外のハードも、その30周年ハードから順次特集もしてみましょう。今回はいろんなジャンルから一つずついきますが、最初は RPG から参りましょう。まずは当時大ヒットした瀬名秀明さんの小説をもとにスクウェアソフトが制作したホラーアクション RPG パラサイトイブです。当時のスクウェアがカプコンのバイオハザードの大ヒットを受けて同ジャンルに本気でチャレンジをしたみたいな作品だった気がします。本気度はメンバーを見ればわかる通り、プロデューサーに FF の生みの親坂口博信さん、キャラデザやアートディレクターに今でもスクエニの顔でもある野村哲也さん、ディレクターとシナリオにライブアライブや半熟ヒーローの時田隆さん、音楽にスクウェアではキングダムハーツや FF15 などを手掛けている下村陽子さんと、当時でも今でも豪華な布陣です。そういえばこのゲーム確かハワイのスタジオで作ってた気がするのだ。当時スクウェアはハワイにスタジオを作って映画だけじゃなくて FF9 とかも作ってたわね。本社を東京に持つ会社がハワイでゲーム開発ができるってなかなかですよね。でもあのスタジオはお金使い切って終わりみたいに全力疾走して消えてっちゃったのはなんかもうとても残念だったわ。でもハワイに出張行けって言われてバリバリオタクで毎日秋葉原とか某マンだらけとか覗いてたとある男はとても日本を離れたくなかったので嫌だーってダダをこねたなんてエピソードがあったりなかったり、うじゃうじゃ。感は9大。このパライブは原作から数年後のアメリカが舞台になっていて、ニューヨーク市警の駆け出し刑事アヤプレアがオペラ会場で起きた集団人体発火現象の現場に居合わせ、ミトコンドリアが暴走した謎の生物たちとの戦いに巻き込まれるみたいな感じで始まります。当時では珍しい女性主人公の RPG で、その主人公のアヤはデザイン含めてとても良いキャラで、もっとコラボとか含めて大事に育てていってもよかったと思うのだ。グラフィックは当時のスクウェアのピーキーなところがしっかり出ていて FF8 並みのムービーやモデルやモーションだったかと思います。グラフィックといえばこの頃のある程度お金をかけた大手の 3D ゲームではこのパラサイトイブのようにプリレンダの背景を使って表現しているゲームが多かったわね。プリレンダの背景ってなんだ？リアルタイムに描画するのではなくて、あらかじめレンダリング、つまり描画しておくことをプリレンダって言うんだけど、 PS1 はドットなどの 2D 処理をメインとしていたスーパーファミコンとかとハードの思想構造が全く違って 3D 表現を実現しやすいハードだったわけだけど、ただ当時のハードスペックでは画面の描画全てを 3D ポリゴンで処理するのは難しくて、リアルタイムに処理するものをキャラやエフェクトだけに絞って、背景は 3D であらかじめレンダリングした1枚へ、つまりプリレンダの画像にしたってわけね。でもちゃんとキャラが背景の後ろに行けたり、背景も 3D 処理されてるように見えるのだ。それは実は床とかキャラを歩かせたい部分に見えないポリゴンで絵に合わせて道を作っておき、その部分だけ 3D 処理をしながら歩かせて、 2D 背景の後ろにキャラを行かせたい部分は絵の形にくり抜いた、そうね、フォトショップとかでいうレイヤー分けをして、レイヤーごとにキャラの Z 位置に対してレイヤーの上に表示するかレイヤーの下に表示するかの深度を設定して、背景も疑似的に 3D 処理して再現してたのよ。正直何を言われたのかよくわからないけど、なんとなくわかったのだ。ゲームそのものとしては一見バイオハザード風でありながらスクウェアが得意だった RPG として作られていて、そのバトルも
アクションゲーム風にキャラを動かしつつ、コマンドっぽく攻撃するのとか、当時もなんだか新鮮な感じがしましたね。このバトルの雰囲気は、スタッフは違うんですが、同じくスクエアのベイグランドストーリーにも引き継がれてるかなって感じがしました。それこそ FF7 リメイクのバトルの原型みたいのはすでにこの時代にやってたって気がするわね。あと自分は RPG にはアクションはいらない派なので、これとかテールズくらいが楽しめるギリギリですね。FF16 はもちろん、7リメイクすらもう難しいというか面倒でした。そもそもエルデンリングとかモンハンとかスパイダーマンとか無双とかアクション遊びたい時は普通にアクションゲームを遊びますが、遊びの楽しい部分のベクトルが違う。アクションと RPG は混ぜずに住み分けしてほしい派なのだ。ドラクエとかペルソナやメガテンとかアトリエシリーズとかやっているとホッとしますね。個人的な意見だけどアクション感を感じつつアクションじゃない RPG の見事なバランスのバトルは意外にも龍が如くの78が到達したんじゃないかって思ったりするわね。確かに龍が如くって未だにアクションゲームだと思ってる人も多いと思いますが、さらりと RPG ジャンルの中傑作になってるのは意外すぎます。感は9大。このパラサイトイブは3作目までシリーズ化されましたが、毎回ディレクターなど制作陣が変わりシステムも全然変わっていったタイトルで、2ではバイオハザードの制作経験者も入り RPG 要素はなくなり完全にバイオ風のゲームになり、3では当時流行っていた TPS になって、それが現状シリーズ最後になってしまったというのはちょっと寂しいですね。パラサイトイブプレイステーション駿河屋中古価格1680円です。確か日本でも100万本以上売れてたにもかかわらず未だに需要がありそうな価格なのだ。お次はバトルがあるアドベンチャーゲーム東京23区制服ウォーズです。ゲームだったらバリアブルジオ、アニメならガオガイガーなどの木村隆弘さんがキャラデザを手掛けたゲームで、かなり変わった世界観なのでちょっとそちらをご覧ください。チャプターを入れてるので飛ばしたい場合は次のチャプターまでどうぞなのだ。女子高生の活躍が始まった。そしてついに21世紀のある年、パリコレクションに制服ファッションが登場。世界中を巻き込んで制服ブームが起こった。その翌年、女子高生に参政権を持たせよう運動起こる。時の政府はこの動きを懸念した。同年10月、悪名高い失典抜刀制服禁止令発令。同年11月、木崎隆二制服の自由を掲げて HELP ヘルプを結成、議長に就任。翌年4月、第一次制服ウォーズ勃発。7月、文部大臣とヘルプ全権大使東堂レイラとの頂上会談が行われた。通達第410810号の無期限凍結を条件にヘルプは武装解除を約束。しかし戦闘のために集積された少女たちの行き場を失った力が暴走。同年10月、ヘルプ内乱が拡大し第二次制服ウォーズに発展。そして同年11月、何者かによって放たれた火が元となりヘルプ本部は炎上。議長の木崎隆二はグレンの炎とともにその消息を絶った。12月、新たなる制服組織ヘブンが登場。その恐るべき統率力と行動力は瞬く間に多くの地区を支配下に置いた。しかしその実態もリーダーも未だ謎のままである。東京23区制服ウォーズ。このノリについていけるかがこのゲームを楽しめるのかにかかっています。と言ってもその売りでもあるお話部分は意外と薄かったり、23区ウォーズの割には8つくらいの区で話は終わってしまったり、設定等々自身で保管して想像しないとならないことが多くて、かゆいところがかゆいまま意味不明感漂っちゃうので、なかなかいろんな意味で痛いのだ。でも女子高生の地区占領者みたいのとか、こういうノリ私みたいに好きな人は好きなのよね。最近はだいぶ減っちゃってあれなんだけど、
誰も話題にしないド B 級映画もよく楽しんでる人は懐が広いのだ。評価とか星の数とか、見るとき何も気にしないですからね。さてさて、このゲーム、さらに特徴的なところがありまして、アドベンチャーゲームでありながら、RPG 感すらあるバトルがあるというところです。バトルはパーティー戦で選んだキャラと1対1の戦闘を繰り返しながら敵側のパーティーメンバーを全滅させれば勝ちとなります。コツはシンプルな属性じゃんけん的なものなので、基本的にはメンバーを選ぶ前に相手の属性を確認して相性が良いキャラを選べばいいのですが、 HP の回復手段がないので先々を考えつつ同属性も織り交ぜながら戦わないと勝てなくなっていきます。東京23区制服ウォーズプレイステーション駿河屋中古価格3300円です。マイナー寄りなゲームな感じと需要の少なさから無難な値段になってますね。とにも VG 以降木村隆弘さんの絵を見ると何でも買ってしまう人だったのだ。お次は格闘ゲーム負けるな魔剣道2です。こちらも金井美香さんが歌うオープニングを早速見てみましょう。ということでこちらの魔剣道2はスーパーファミコンで発売された負けるな魔剣道の続編で、開発をデータムポリスターからアスカ 120% のフィルインカフェに移して横スクアクションから格闘ゲームになった作品です。魔剣道はシリーズごとにゲームジャンルも変わるという変わったシリーズで、主人公も1作目の妹になってたりとナンバリングで毎回スピンオフみたいになっているのだ。格闘そのもののプレイ感はフィルインカフェらしいというか、まあアスカ 120% っぽい感じですね。キャラクターの雰囲気も似ているし、主人公が波動昇竜ベースなのも同じなのだ。普通の格闘ゲームとちょっと違うのはレベルがあり、勝っても負けても経験値が入りレベルが上がっていくので、遊ぶほどにキャラが強くなって楽に勝てるようになっていくかもしれません。登場キャラクターは相変わらず個性的ですが、中には巨大メカといったやつも出てきて、こんなバトルになったりもします。こいつ手と足しか見えないのだ。負けるな魔剣道2プレイステーション駿河屋中古価格8400円です。負けるな魔剣道シリーズは人気と売り上げのバランスが変なのか全タイトルプレミアってしまっていて、以前もご紹介していますが、1作目の負けるな魔剣道は横スクアクション駿河屋中古価格箱説あり46,000円。他は未所持なのですがご紹介しておきます。2作目の負けるな魔剣道2は今回ご紹介のプレステ版の8ヶ月前にスーパーファミコン版が発売されており、そちらの中古価格は箱説あり41,800円。3作目はナンバリングではなくタイトルが負けるな魔剣道 Z となっており、ハードは PCFX で
ゲームジャンルも RPG になっています。中古価格49,800円です。今欲しくなってもとても無理な価格なのだ。この魔剣道 Z、 なんで当時買ってなかったのだ。同じ時期に出た FX のテキパキワーキンラブとか他ハードのゲームもいろいろ買ってたので、単に予算の都合だった気もするわね。1995年というと都心で一人暮らしを始めて間もない頃だし、生活カツカツなのにゲームとかオタクグッズ買いまくってましたからね。次は旅ゲームの先駆者的にも言われている道のく人恋物語回です。ジャンル的には旅ゲープラスギャルゲープラスギャンブル花札閉じになります。内容は主人公は花札の名家の長男宗家を継がないとならないけど、プロの写真家になりたいがために4年のうちに写真家として成果を出す約束をし、旅をしながら写真を撮り続けているが、なかなか成果は出ない。そんな中、ふと出会った不思議な女性に出会い、彼女を被写体として写真を撮りたいと頼むと、花札で勝ったら1枚写真を撮ってもいいと言われ、花札勝負をしながら女性と旅を続けることに、という導入で、あまり予算も使ってない感もあり、B 級感すらあるゲームですが、ヒロインにボイスもあるし、花札部分など含めて、意外とちゃんと作っていて、ヒロインと旅をしながら写真を撮っていくという、旅ゲームの雰囲気もバッチリなので、パッと見た目の印象よりも面白いゲームになっていると思います。開発のフォグはクオンの絆や風来機シリーズなど良作をいろいろ作っているのだ。そんなフォグの第1作目がこの道のく人恋物語なので、久しぶりにプレイしたらやっぱりしっかりとした良いメーカーだったなと改めて思った次第ですね。クオンの絆も特に風来機も思い出してまた遊びたくなりましたね。風来機はプレイした当時は北海道も沖縄も行ったことなかったですが、今だと両地区とも何回か旅行や出張に行っているので、もしかしたらちょっとプレイ感が変わるかもですね。感は9大。しかし主人公が花札の達人のはずなのにヒロインめちゃめちゃ強いのだ。ギャンブルの天才とかそっちの話になるのかと思うくらいね。花札部分ですが、対戦数が決まってて、負けが進むとほぼ逆転ができないのに、ギブアップもないのがきついですね。道のく人恋物語回プレイステーション版駿河屋中古価格3980円です。こちらの道のく人恋物語はもともとお安めのゲームで、現在の中古価格もほぼ定価みたいな感じですが、フォグの旅ゲーは風来機に引き継がれており、風来機はシリーズ通してプレミア価格化しています。風来機はそのうちどこかでご紹介しようかとは思います。お次はヘックス型のシミュレーションゲームサイバー大戦略出撃はるか隊です。大戦略といえばシステムソフトのいろんな兵器を作れるシミュレーションゲームの大御所のか。その大戦略の一本ですね。大戦略は第二次世界大戦頃の兵器を中心に生産していきながら敵軍の拠点を占領すれば勝利というもので、ユニットは戦車はヘリに一方的にやられ、ヘリは戦闘機に一方的にやられ、ヘリと戦闘機は対空砲に一方的にやられ、対空砲は戦車に一方的にやられるので、バランスよく兵器を作り、移動力が全く違うユニットたちを戦略的に進める必要があります。スーパー大戦略やワールドアドバンスド大戦略あたりを遊んだことある人は結構いるんじゃないかと思います。当時はこういったシミュレーションゲームの走りでもあったので、兵器マニアの心をくすぐり、自分もがっつりハマりましたね。そんなややマニアックなところあるゲームでしたが、少しでも裾野を広げようとたまにギャル要素を入れたりとかストーリードリブンにしてみたりなど、意外といろいろチャレンジをしてるシリーズなのだ。 PC ではエロゲーのシリーズもあるくらいなので、一時期もうそっちがメインかって感じすらしてましたが、近年は硬派な元の大戦略に戻し、現行機で細々とやっている印象です。そんな大戦略ですが、コンシューマーでも1998年にファミコンで出してから
10年ほど硬派な戦略シミュレーションでシリーズを続けてましたが、最初に思い切ってイメージチェンジを図った作品がこのサイバー大戦略出撃遥か隊です。当時の近未来のサイバー空間での戦いをテーマにしたアドベンチャーの中に大戦略のステージ攻略が入っているゲームとなっているのだ。シナリオ監修がオレシカやリンダキューブなどの増田昌司さんで、ノリは90年代な感じですが、今でいうラノベ感がある先が気になるストーリーで、個人的には意外と楽しく遊べた記憶があります。とはいえシナリオを追いかけていくのがメインになっているので、これまでの大戦略を遊びたいという人には向かないゲームになってしまってた気がします。むしろシステムに慣れてたので何も考えずにサクサク遊べてよかったのだ。そういう人の方がレアだったと思うわ。ゲームのタイトルがサイバー大戦略ですからね。サイバー大戦略出撃遥か隊、プレイステーション駿河屋中古価格1200円です。この安さがユーザーの評判を物語ってるのかもしれません。お次はウプ主大好物ジャンル学園スポコン美少女育成ゲームで、スポーツの種類はドッジボールの虹色ドッジボール乙女たちの青春です。主人公は怪我で休養しているプロのドッジボール選手で、とある学園の女子ドッジボールチームのコーチに就任してという、このジャンルの定番中の定番のフォーマットで織りなす物語で、4つのチームから好きなチームを選択してコーチとなり遊ぶことができ、一応各チームによって少女たちのストーリーが違っています。どれを選んでもやることはほとんど変わりませんが、難易度の差もちょこっとある感じです。さらにマネージャーも3人のうちから1人好きに選べるのだ。そんな感じで登場キャラクターには力が入っており、デザイナーも当時人気があった方が多く、ツインビーやケロロ軍曹、獣フレンズなどの吉崎美音さんやサモンナイトやキノの旅の黒星紅白さんに、海原川瀬などの近藤利信さんやルリア046さん、海釈さん、陸道紳士さんに秋津三上さんなどなど、なかなかそうそうたるメンバーとなっています。育成のシステムはオーソドックスで、練習内容によって各パラメーターの上下の違いがあり、あとは疲労度に気をつけて定期的に休養させるみたいな感じです。ただこの手のシステムはあっちを取ればあっちが立たずで難しいものもありますが、バランス調整含めて気楽に育成しても大丈夫だったりします。育成中の休日は選択キャラとのデートイベントというのも完全にフォーマットなのだ。またこの手のゲームはそのスポーツの部分のゲーム性は薄いものも多々ありますが、こちらの虹色ドッジボールは国尾くんのドッジボールの新作だってくらいにはしっかりできています。というか操作忘れててうまく動かせてないけど、そういえばシステムもプレイ感も国尾くんだったのだ。ちょっと真偽はわからないんですが、国尾くんのスタッフの一部がアトラスに転職してたので、まんま国尾くんだったなんて話もあるようです。国尾くんのドッジボール好きな方も遊べる一品です。しかしこのジャンル好きすぎてちょっと始めるとまた続けてしまう。 PS2 のレッスルエンジェルスなんて新作でないから、未だに定期的に PS2 立ち上げて遊んでるしね。この虹色ドッジボールも動画素材を録画しようとしたらケースにロムが入ってなくて、探したら昔の PS1 に入れたまんまだったのだ。その上セーブデータを見ようと思ったらミスって消しちゃって今ショックを受けてます。まあ最初から遊ぶからいいんですけどね。虹色ドッジボール乙女たちの青春プレイステーション駿河屋中古価格7000円です。こちらはそれほどはプレミアしていませんが、この手の女子スポコンゲーム系は需要少なめで出荷も控えめで、微妙にプレミアしてるタイトルが多いかもしれません。と今回最後の女子キャラメインのプレステゲームはこちら、トロンに古文です。こちら 3D アクションのロックマンシリーズ、ロックマンダッシュのスピンオフで、メインがロックマン側ではなく、タイトル通り空賊ボーン一家の長女トロンとその子分たちがメインキャラとなっています。なんと
トロンを操作するのか？操作するのは、主にトロンの操縦するグフタスというメカで、3D フィールドで子分たちを引き連れて、街で金策、強盗とか、閉じ、するゲームです。このアクション部分もロックマンらしいジャンプ、ショット、ロックオンという要素をうまく 3D アクションに落としてあり、 2D 横スクじゃなきゃロックマンじゃねえって部分のこだわりをちょっと置いておけば、ちゃんと楽しく遊べるクオリティです。さすがカプコンって感じなのだ。また、このゲームの面白さは、そこのアクション部分だけではなく、トロンには40人の子分がいて、それぞれ個別の性格やパラメーターに個別の特殊能力があり、その子分たちを育てながら、様々な指示を出して、いろんなミッションやミニゲームをクリアして、借金完済を目指してお金を貯めていくのも、どうにも楽しく、やりごたえもあるしで、決してただのスピンオフのナンバリングへの小遣い稼ぎ、みたいなゲームではないですね。こちらも久しぶりに立ち上げたら、また子分たちを育てて遊びたくなったのだ。私、実は皆さんと違ってロックマンシリーズってそれほど遊んでないんだけど。そもそも、マリオとかゼルダとか、大人も子供も遊べる系のメジャーアクションゲームを、全然遊ばない人でしたからね。でもこのトロンと子分は、トロンが可愛いのとその子分たちを育てるのが面白そうで珍しく遊んだのよね。そういう人もいたわけで、こういうスピンオフも時には大事なのかもなのだ。圧倒的にマイノリティだと思いますけど。というところで、今回はプレステ30周年にかこつけて、いろんなジャンルの女子キャラメインのゲームをご紹介しました。トロンに子分、プレイステーション、駿河屋中古価格、6300円と、こちらもほぼ定価を維持しています。かこつけて。プレステ1は、国内でも3290本のゲームが発売されてたらしく、これは、スーパーファミコンやゲームボーイよりも多く、コンシューマーでは、一番ソフトが発売されたハードかもしれません。我が家にはその中の15%くらいあるっぽいのだ。 PS1 のプレミアタイトルも増えていますが、まだソニーさんは DL 販売を続けてくれてますので、遊ぶだけなら DL で買って遊ぶのがお得ですね。今度そこらの DL ソフトのご紹介とかしてもいいと思うのだ。ということで、まだまだ PS1 ゲームもご紹介したいタイトルは山ほどあるので、今後もちょろちょろとご紹介していきます。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。